日本は AI で世界とどう戦うのか。強みで AI を生かせ。今、世界の AI 開発はアメリカと中国を中心に進んでいる。チャット GPT を生み出した OpenAI、ジェミニを開発する Google、クロードを開発するアンソロピック、そして中国でもディープシークをはじめ国家規模で AI 開発が進んでいる。そこに投入される資金、計算資源、研究者、データセンター、電力インフラは日本とは比較にならない。日本でも国産 AI の開発は進んでいる。日本語に強い AI、行政で使う AI、企業内で安全に使う AI、製造や医療に特化した AI、それらには確かに意味がある。しかし、巨大な基盤モデルの性能競争で日本がアメリカや中国に真正面から勝つのは容易ではない。 AI 自体はアメリカや中国に負けるかもしれない。では日本は AI 時代にただ後を追い続けるしかないのか。私はそう思わない。なぜなら日本は過去にも外から来た技術を取り込み、自分たちの現場で磨き上げ、世界に通用する価値へ変えることのできる技術力を持っている。その代表例が自動車だ。日本は自動車を発明していない。自動車を発明したのは日本ではない。ガソリンエンジンも近代的な自動車も大量生産方式ももともとは欧米から生まれた。日本は自動車技術の出発点ではなかった。海外から技術を学び、先を走る技術を追いかける側だった。それでも日本は世界最大級の自動車産業を築いた。なぜそれができたのか。日本が自動車に加えたのは派手な性能だけではない。毎日安心して使え、壊れにくく、故障しても直せること。日本は自動車をただの移動手段から世界中の人が安心して長く使える生活基盤へと磨き上げた。その信頼は車体だけで作られたものではない。工場の品質管理、部品メーカーとの連携、販売店や整備士、車検やリコール、事故が起きた時の検証、そうした仕組み全体によって自動車は安心して使える存在になった。日本が世界に示したのはただ優れた車ではない。技術を人間の生活に根付く形まで磨き上げる力だった。そこに AI 時代の日本が進むべきヒントがある。日本の強みは自動車だけではない。日本の強みはトヨタやホンダのような自動車メーカーだけではない。世界の工場や製品の内部を支えてきた企業でもある。例えばファナック、産業用ロボットや CNC で高い世界シェアを持ち、世界中の製造現場を支えている。キーエンス、センサー、画像処理、測定器など工場の目に当たる領域で存在感を持ち、世界中の生産現場に入り込んでいる。村田製作所、電子機器に欠かせない積層セラミックコンデンサー
MLCC では世界シェア約4割を持ち、スマートフォン、自動車、産業機器の内部を支えている。これらの企業は一般消費者の目には見えにくい。しかし、世界中の工場や製品の中で機械を動かし、異常を検知し、電気を安定させ、生産ラインを止めないために働いている。つまり日本産業は AI が現実世界で働くための土台をすでに持っている。 AI は画面の中で文章を作るだけの存在では終わらない。これから AI は工場、車、ロボット、医療、介護、社会インフラの中に組み込まれていく。その時 AI は画面の中のチャットボットではなく、現実世界を動かす技術になる。そこで必要になるのはただ賢い AI だけではない。正確に動く機械、壊れにくいセンサー、止まらない生産ライン、現場で使い続けられる品質、異常を検知し止め、改善する仕組み。ここに日本の強みがある。アメリカや中国が AI の頭脳を作る。しかし日本はその頭脳を現実世界で安全に動かす技術を磨いてきた。だから日本は AI の基盤モデルだけで世界一になれなくてもよい。世界最高の AI を取り込み、日本メーカーが持つ技術、現場、品質、安全性と組み合わせる。日本が戦う場所は AI の頭脳そのものだけではない。 AI を現実世界で信頼して使える形にすること。そこに日本メーカーの可能性がある。 AI は賢いだけでは信頼されない。今の AI 競争では問題を解く力、文章を作る力、仕事を自動化する力が注目されている。もちろん性能は重要だ。しかし AI が社会の中に深く入っていくほど性能だけでは信頼されなくなる。医療 AI が病気の可能性を示す。しかし間違えた時の責任が曖昧なら安心して使えない。行政 AI が申請を処理する。しかしなぜその判断になったのかを説明できなければ国民は納得できない。教育 AI が子どもの学習を支える。しかし答えに早くたどり着かせるだけでは教育の進化とは言えない。大切なのは子どもたちが考え抜く過程をどう残せるか。間違え、悩み、自分の言葉で理解する時間を AI が支えられるかどうかだ。介護 AI が人手不足を補う。しかし高齢者の孤独や尊厳を無視すれば本末転倒だ。 AI は賢ければ信頼できるわけではない。社会の中で使われる AI には正確さだけではなく説明、責任、検証、改善が必要になる。だから日本が目指すべきなのは世界で最も高性能な AI を一つ作ることだけではない。世界で最も安心して AI を使える社会を作ることだ。国産 AI に過剰な期待をしない。日本でも国産 AI の開発は進んでいる。それ自体には意味がある。
日本語、行政、企業内利用、製造や医療などに特化した AI は日本社会に AI を組み込む上で必要になる。しかし国産 AI という言葉だけで過剰に期待してはいけない。日本語が話せるというだけで日本の価値観を理解した AI になるわけではない。日本企業が作っただけで自動的に安全で信頼できる AI になるわけでもない。巨大な基盤モデルの規模でアメリカや中国と競い続けるには資金、計算資源、人材、電力の差が大きすぎる。だから日本はアメリカや中国と同じ AI を少し小さな規模で作るだけではいけない。必要なのは別の勝ち方だ。アメリカ製 AI や中国製 AI をただ拒絶する必要はない。チャット GPT が優れているなら使う。ジェミニが必要なら取り込む。クロードが適しているなら活用する。中国の AI 技術に学ぶべき点があるならそれも研究する。半導体もクラウドも基盤モデルも世界最高のものを利用すればいい。これは敗北ではない。日本の自動車産業も海外で生まれた技術を取り入れるところから始まった。大切なのはどこで発明されたかではない。その技術を誰が社会で使えるものへ完成させるかだ。技術は輸入してもよい。しかし使い方まで輸入する必要はない。 AI の技術は世界から取り込む。 AI と人間がどう生きるかは日本自身が決める。日本が AI に加えられるもの。では日本は AI に何を加えられるのか。日本には空気を読み、相手の立場を察し、場を壊さずに関係を保つ感覚がある。さらに義理や恩、間合い、美意識のように言葉や数字だけでは測れない判断の文化もある。これは単なるマナーではない。日本社会の中で生きてきた人間が経験を通して身につけてきた知性だ。もちろん全てがいいわけではない。空気を読みすぎれば同調圧力になる。曖昧さは責任逃れにもなることがある。義理や恩は不合理なしがらみに変わることもある。だから昔の日本社会をそのまま AI に学ばせればいいわけではない。日本の良さを選び直し、弱さを修正し、AI 時代に通用する知性として再構成する必要がある。空気を読む力を他者の痛みを理解する力へ、曖昧さを人間に判断の余白を残す知性へ、義理や恩を短期的な利益では測れない信頼の履歴へ、間合いを伝える時期を見極める知性へ。これはデータだけでは簡単には届かない。 AI は空気を読むことを説明できる。会話の流れを読み、場を壊さない言葉を選ぶことはできる。しかし AI が空気を読むことと人間が空気を読むことは同じではない。 AI は空気を読むように振る舞える。しかし人間はその場の雰囲気、沈黙、表情、言葉の前後にある意味まで感じ取って反応している。 AI は謝罪文を書ける。しかし頭を下げる重さもその後の関係を生きる責任も知らない。 AI は配慮した文章を作れる。しかしその言葉を言った後に相手と明日も顔を合わせる現実を生きてはいない。
だからこそ AI に足りないものを補うのはその社会を実際に生きてきた人間だ。日本が AI に加えられるのは単なる日本語ではない。人間関係の中で育ってきた見えにくい判断の知性だ。 AI にも品質管理が必要になる。日本の自動車産業が強くなった理由の一つに現場での改善がある。異常があれば止める、原因を調べる、小さな違和感を放置しない。現場で得た知識を次の製品へ反映する。 AI にもこの思想が必要になる。 AI が間違えたとき誰が気づくのか、その判断は記録されているのか。問題が見つかったとき同じ AI を使う人へ知らせられるのか。モデルが更新されたとき以前と同じ品質が保たれるのか。人間が異議を申し立てられるのか。 AI の答えを止め人間の判断へ切り替えられるのか。必要なのは AI の品質管理だ。間違いを見つけ止め原因を調べ、必要なら社会全体で共有し改善する仕組み。いわば AI の車検やリコールの制度のようなものだ。日本が作るべきなのは一度も間違えない AI ではない。間違いを発見し止め原因を調べ改善し続けられる社会だ。 AI の信頼性はモデルの正答率だけでは決まらない。誰が開発したのか、どのデータを使ったのか、どの業務で使用するのか、最終判断は誰が下すのか、事故が起きたとき誰が責任を持つのか。それらすべてが揃って初めて信頼が生まれる。自動車も車体だけで安全になったわけではない。信号、道路交通法、運転免許、車検、整備、保険、事故調査、人間が間違えることを前提に社会全体で安全を支えている。 AI も同じだ。 AI を使う人への教育、 AI の判断を確認する専門家、責任の明確化、利用記録の保存、第三者による監査、問題が起きた時の保証、そして AI を使わない選択肢。本当に日本が目指すべきなのは AI 単体の信頼性ではない。 AI を組み込んだ社会全体の信頼性だ。世界で最も賢い AI を持つ国ではなく、世界で最も安心して AI を使える国になる。ここに日本独自の競争力がある。思想まで負ける必要はない。 AI の性能を決めるのは巨大な資本と計算資源かもしれない。より多くの GPU を集め、より多くの電力を使い、より巨大なデータセンターを建設した企業が強力な AI を作る。この競争で日本がアメリカや中国を上回るのは簡単ではない。投資額、基盤モデルの規模、開発速度では日本はアメリカや中国に及ばないかもしれない。それでも日本が負けるとは限らない。 AI を日本の製品に組み込み、現場で鍛え、品質で磨き上げることで日本は AI 時代にも世界と戦える。そして何を AI に学ばせるのか、どの判断を AI に任せるのか、人間に何を残すのか、間違えた時誰が止めるのか、便利さのために何を失ってはいけないのか、それを決めるのは
資金だけではない。それを決めるのは資金だけではない。必要なのは文化だ、歴史だ、現場の経験だ、過去の失敗を忘れないことだ。そして人間をどう守るのかという思想だ。何を AI に学ばせ、どう社会へ組み込むかという思想まで負ける必要はない。日本が AI に与える次の価値。日本は自動車を発明した国ではない。それでも海外から入ってきた技術を学び、現場を改善し、品質を高め、世界中の人が安心して使えるものへ変えた。日本は自動車をただの移動手段から世界中の人が安心して長く使える生活基盤へと磨き上げた。 AI でも同じことができるのではないか。 AI 自体はアメリカや中国に負けるかもしれない。しかしそれを日本の製品に組み込み、日本の現場で鍛え、日本の品質に磨き上げることで世界と戦うことはできる。世界最高の AI を世界から取り込む。しかしそのまま使うのではない。日本の現場で確かめる。人間が違和感を見つける。間違いを記録する。責任を残す。改善を繰り返す。日本が見るべきなのは効率や正しさだけではない。その AI が信頼を壊さないか、人間の成長や尊厳を奪わないかまで含めて考えることだ。日本が目指すのはチャット GPT より巨大な AI を作ることだけではない。 AI を使っても人間が考えることをやめない社会。 AI が間違えても人間が気づける社会。 AI に任せても人間が責任を手放さない社会。誰もが安心して長く AI を使い続けられる社会。そして日本のメーカーが AI を現実世界の製品や産業に組み込むことで AI は新しい価値を持ち始める。次は AI をただ答えを出す技術から人間と社会が安心して使い続けられる新しい存在へと磨き上げる。アメリカ製 AI や中国製 AI を固定する必要はない。世界最高の技術を使えばいい。その上で日本の価値観、日本の現場、日本が磨いてきた優位性によって作り変える。 AI の技術は世界から取り込む。しかし AI に合わせて日本を変えるのではない。日本の価値観によって AI の使い方を変えていく。 AI と人間がどう生きるか、その未来は日本人である私たち自身の決断次第である。